葉っぱもなんかね、すごく、わかるかな、艶があって、可愛いなと思って買いました。いや、なんか植物があると癒されますよね。一つ一つ回してみて、確かめて、一番良かったものを購入してきました。ずっと雨が降ってて、その雨を使った ASMR 動画を前回出したりしたんですけど、なんか梅雨なんですけど、もう夏みたいな気温で、僕の住んでるとこでは最高36度ぐらいだったかな。1日で30度から36度まで一気に上がって、もう少し動いただけでなんか汗ばむような、そんな季節がやってきました。で、それとは全然関係ないんですけど、ちょっといろいろ購入品がありまして、今回はその購入品をご紹介したいなと思います。もうすでにね、ここら辺に見切れてはいるんですが、それを紹介します。これはガジュマルという観葉植物で、よく沖縄とか東南アジアの方で、育てられてるらしいです。で、なんで買ったかというと、実はこの撮影している机の背景ですよねに、何か植物を置きたいなとずっと前から思ってまして、で、一応小さなサボテンを育てていたので置いていたんですが、背が少し低くて、画面に映りきらないなと。でもなんか植物は背景に欲しいなと思ってたのと、部屋の雰囲気的にも植物があった方が、部屋も明るくなったりするかなと思って、ずっと前から欲しかったんですね。で、ガジュマルが欲しかったわけではなくて、なんだったっけな、パキラ。パキラっていう観葉植物が確かあると思うんですけど、実はそれを買いに、そういう植物園というかそのお店に行って、探していたら、ちょっとこれに一目惚れしちゃいまして、すごく可愛くないですか、このぷっくりとしたなんかね、フォルムがすごく可愛いのと、あと鉢じゃなくて、なんかね、お皿に入ってるんですよね。で、これ僕がやったわけではなくて、最初からこのような方法で販売されてて、これは可愛いなと思って購入してしまいました。価格も安くて800円とかそれぐらいだったかなと思います。で、土じゃなくて、なんか水苔っていうんですかね、これがまとわりついて、でそれを透明なワイヤーでこう縛ってあるような感じで、形も葉っぱもなんかね、すごくわかるかな、艶があって可愛いなと思って買いました。いや、なんか植物があると癒されますよね。で、一応日陰にずっと置いておくのはあんまり良くないらしいんで、少したまにちょっと日の当たるところに置いてあげたりする必要は一応
あるみたいなんですけど、ただ結構強い植物らしくて、都会とかでも全然育つ植物なので、まあまあ安心して育てられるかなと思います。あんまり植物とか育てた経験がないので不安ですけど、ちょっと育てたいなと思います。で、これのいいところが、なんか幸せを呼ぶ植物と呼ばれてるそうで、なんか花言葉が、健康っていう、花言葉であったりとか、なんか沖縄の方ではなんかいろんな逸話っていうんですかね、そういった、神話的なものがあったりとか、結構いろんな人に愛されてる植物だそうなんで、気になった方はぜひガジュマル、お店の人はねガジュマルくんって呼んでましたね。なんかそれが可愛かったですね。おばあちゃんガジュマルくんもう強い子だからいいよって言っていろんな植物の話を聞いてたんですけど、ちょっと面白かったです。はい、ちょっと水あげようかな。一個難点としてはこれボール状になってるんで傾くんですよね。倒れちゃうんで、こう手に持って撮影するのは特に難しい。どれくらいあげたらいいかよくわからないですけど、土じゃなくて水苔なんで、この水苔が水を吸って根っこの方に水分をこう持ってってくれるのかなと思います。土じゃないから虫とかが湧いてこなそうなところもいいポイントなんじゃないかと思いました。いや、すごく癒されますね。ガジュマルくん。ちょっと、見えてるかな、これ。この辺かな。いや、このフォルムが何とも言えない。続きまして、こちらは黒電話ですね。今も見かけることはだいぶ少なくなってきているかなと思います。一応現役で使われている家庭もあるかとは思うんですが、なんか勢いで購入してしまいました。僕も使ったことは一応あるんですが、小学生の時におばあちゃん家にあって、それをなんか使ったような記憶がおぼろげながらあるだけで、なんか全然覚えてはいないんですが、鮮明には一応そんなぐらいの、記憶しかありません。で、買った理由なんですけど、なんか面白そうだったからっていうなんかこう ASMR をやってると小道具がどうしてもねちょこちょこ欲しくなってくるんですけど、なんか今後なんかロールプレイとかそういったのにも挑戦してみようかなと思ってリサイクルショップに行ったんですけど、そこで小道具をいろいろ探している時にたまたま見かけて、全くあれに使おうとかそういったことは一切なかったんですが、なんか買ってしまいました。で、黒電話たくさんの種類があって、そのお店にも確か4台ぐらい色違いとかあったんですよね、形違いとかで。で、一番やっぱ気になったのってここのダイヤルを回した時の音なんですよ。で、僕全然触った記憶がほぼないので、どれがいいかっていうのを本当に一つ一つ回してみて確かめて、一番良かったものを購入してきました。で、あと色も水色みたいなのもあったんですけど、黒が絶対良かったん
で、黒で、かつここのダイヤルの音がいいやつを選んで買ってきました。じゃあ、いきますね。これなんですよ。これがメーカーによってはスピードがもっと速いやつ、遅いやつ、なんか音が違うやつ、いろんなタイプがあって、その中でもこれが低速なんですけど遅すぎず、このギアがカチャカチャと回った時の音がすごく僕好みで、これを買ってしまいました。一応線はここになんかね、ちょっと切られてるのか処理がどうなってるかわかんないんですけど、一応何かはあるので、まあそのうまく配線してあげれば使えないことはないと思うんですが、ただうち電話線を引いてないので、どっちにしても使えない電話にはなるんですが、インテリアというか小道具として一応購入したといった感じですね。で、受話器を取るとこんな感じで、はい、真っ黒で置くと、これをねガチャンと切ると相手の人がちょっとびっくりするっていう、そんな感じのまだ何に使うか決まっていない黒電話です。これがね結構重たいんですよね。やっぱりずっしりしてて、中は多分金属のパーツがたくさん使われているんで、何キロだ、3キロとか、いや言い過ぎかな、2キロぐらいはあるかな。デザインがすごくいいですね。これもお気に入りです。ずっと触ってられますね。なんというかフィジットトイのような謎の魅力があります。最後はこちら、バイトヘルパーという、商品で、なんかネットで見かけたんですけど、それと同じ商品かわからないんですが、アリエクスプレスという海外のサイトで購入した、機器になります。これはもうあれですね、蚊に刺されたところに当てると、そのかゆみが和らぐという画期的商品で、なんかすごい案件みたいになってますけど、そういったものでは一切なくて、僕が個人的に購入したものになります。一応電池をね2本、単3電池かなを2本入れるところがあって、スイッチ、ここのスイッチを押すとこんな感じで振動しながら、ここの金属の部分が、熱くなります。
まあ暑いって言っても全然やけどするとかいう温度ではなくて、ほんのり回路を押し当ててるような感じですね。まあ、使い方としては、蚊に刺されたところにスイッチを入れて、これを45秒押し当てると、熱とその振動によって血流がなんか循環してかゆみがなくなるといった商品らしいです。もう今日届いたばっかりで全然、ちゃんとは使えてないんですが、一応少し前に蚊に刺されたところ、まあ、今そんなにかゆみは出ていないんですが、そこに試したところなんか少し改善したような、気がしました。まあだからもっとあれですね、早く蚊に刺されて一番かゆい時ってあると思うんですけど、その蚊に刺されて1日経った後ぐらい、あの時に使ってあげると一番効果的なんじゃないかなと思いました。昔はねこういうのなかったんで、よく指でこうバツってやってませんでした。これなんか僕も親から教わったんですけど、蚊に刺されたところを爪でこうグッとやってバッて、見えないかな、おまじないなのか何なのかわかんないんですけど、これでかゆみが和らぐというか、少し治りが早くなるみたいなこと言われてやった記憶がありますね。そんなことは今はねせず、こういった最先端のテクノロジーで解決できるらしいということですね。一応概要欄にリンクは貼っておこうかなと思うんで、興味のある方は購入してみてください。あくまでも、自己責任でお願いします。これが本当に効果あるかはちょっとまだ検証しきれてないので、なんかこの音がすでに蚊の音みたいですよね。まあ、今回は初めての購入品紹介 ASMR でしたけど、なんかまあ買い物というかガジェットが結構好きなんで、まあ、たまにこういったのもやろうかなと思います。なんか他にこういう ASMR やってほしいみたいな、そういったコメントいただけましたら挑戦はしてみようかなと思ってますんで、いろいろと、ぜひお願いします。最近は少しずつおかげさまで登録者も増えてきて、コメントなんかもいただくようになって本当にありがとうございます。まあまだ全然始めたてなんで右も左も分かってないんですけど、頑張ってチャンネルを大きくしていろんな人に届けたいなと思っております。はい、ちょっと長くなりましたが、今回はここで終わろうかなと思います。ガジュマルくんがいい仕事してますね。やっぱりこうやって背景にいるだけでなんか見守られてるよ